バーボーン。もっとコンテストに応募しようとしたが開発を始めるも失敗しストレスを裾分けで回し車の刑になった我らがビーバー。板の在庫がいっぱいの倉庫を空にするためがっつり水道橋に水車を大量建設。さあ今回も大規模開発頑張ってくぞー。でただいま6日の換気中、いい機会なので汚水ドレーンにシミができないように完全封印工事をしましょ。今の状態だと赤いシミが若干キモいんだよな。汚水の湧き水も同様に回収工事。序盤に少ない資材をやりくりして封印したのも今じゃ懐かしい思い出。それでは一斉汚染見直し工事だー。この程度なら換気の間に終わりそうだな。前回作った水生農家さんへと繋がる水道橋。見た目は悪くないが相変わらず回っておりません。糸かなし。組み上げポンプ増設して有料上げたいけど意外と動力が不安定なんじゃーい。まあこのマップの湧き水の使用上水車使いにくいし仕方ねえよ。などと愚痴りながらマップ端っこを地道に緑地化。お次はこんな感じでおなしゃーす。やっと大量の爆薬設置が終わったと思ったら、軽いノリでまた大量の爆薬設置を命じられるビーバーの図。さてここも爆破してサクッと汚水防壁を。いや汚水ドレーンの長さは2マス。もう一列爆破しないと汚水が染み出るぞ。でもそこ削ったら貯水湖の水流れてきちゃう。ドレーンの上直接汚水防壁張れないしどうしたもんか。参ったな。てなわけで見た目悪いけど奥を埋め立てることにしました。つか夜中にやるなよミニキーだろ。そろそろ学習しろ。下打ちすな。ビーバー、ずらー。マップ端っこの遠いところまでご苦労様です。さあ皆の者を、キリキリ働けー。運搬員の配達サービスもいい感じに機能して、工事の進捗はそこそこ良さそうな雰囲気。このペースなら3日もあれば終わりそうだな。おっとここ汚水ドレーン旧式のタイプだぞ。失敬失敬、こちらも染み出ないように回収工事するぞー。からの汚水だばー。換気2日経ってたけど中に結構汚水詰まってたか。そしてくるぶしまでなら大丈夫と高をくくった結果、体調不良のビーバーが。はい完全に労災案件です。正直すまんかった。薬はあるからしばらく養生してくれ。英霊たちに感謝の念を捧げつつハッパー。いやお亡くなりにはなってねえよ。てへ。で換気4日目爆薬の設置が完了。50サイクル達成の実績までは開発続ける予定なのにこのペースでやったらやることなくなりそうで怖いな。私たちの戦いはこれからだー。残り20サイクル。まあのんびり自動化のタイマーのテストでもしながら汚水の封印工事を待ちましょ。換気明けに花火が打ち上がるように地道にテストしております。換気中に汚染ドレーン完全封印するつもりが1箇所やるの忘れてたー。盛り土の量が多いこりゃさすがに即日終わる工事じゃねえな。気合と根性で換気中に終わらせるのだ。ビーバー魂を見せろー。はい定時です。実質2日の後期で無茶言うな。葉っぱをしないと埋め立て用のクレーンが設置できない。おい今葉っぱしたらビーバー爆散するからやめろって。葉っぱ誰かこの葉っぱジャンキーを取り押さえろ。そう簡単には捕まらんぞ。月見て葉っぱタイミングを見計らって起爆し、犠牲者を出さず発破させたジャンキーであった。命の水。そして換気明けに自動で打ち上がる花火。運動会開催のお知らせの花火みたい。今はメールで連絡来るぞ。昭和の感想だな。そうなの？街を徘徊するゾンビーバー。使ったのはくるぶしまでだったのに全身まだら模様でかわいそう。お大事に。ゾンビーバーたちの回帰を願って葉っぱそしてまた爆破音のない寂しい葉っぱ。これマップ外から撮影するとなりがちだな。微妙に角緑地化できてない。そういやそんな仕様だったな。てなわけで緑地化のためにサクッと追加工事を発注。で最後に始めた汚水ドレーンの封印作業は結局換気中に終わりませんでした。でもなんやかんや言いつつも、7箇所綺麗に再封印できました。さて次は何をやろうかねゾンビーバーで多少労働力不足だけど、資材は倉庫いっぱいあるぜ。ネタ出てこないから松野屋行ってくる。おい。そして帰ってきてふと思う、ここ別に掘り下げなくても汚水対策できるのではと。汚水防壁はこれでも多分ありなんじゃないかな？休憩して思考が柔軟になったビーバーの王。続いて湖の手前だけ高さが一段足りない問題も対処しましょ。広範囲の盛り土工事開始。緑地維持のために少し水門作って、あとはダーッと一段だけ盛り土します。貯水湖フル活用のための地味工事。こんな感じでおなしゃーす。
範囲は広いけど一気に作業できる内容だからすぐ終わるかな？そうそうコメント欄で教えてもらったんだけど、この甘党の実績の文章語訳らしいよ。公式ウィキで確認したらメープルペストリーを1000個所持した状態で、他の食べ物持ってなきゃ OK っぽい。とはいえただいまのメープルペストリーの在庫は17個、増産するんでそこどいてください。療養中のビーバーがいようとお構いなしに撤去する鬼。こんな感じで製粉所とパン屋の増築をなしゃーす。土地が狭くパン屋の入り口が確保できなかったので、そこはトンネルを掘ることで解決した。あまり見たことのないジップライン使用中のゾンビーバー。なんとなく珍しい光景だったので一時停止し、ぐるりと回って姿をお届け。歯がいつもより黄色いね。一日も早いご回復をお祈りしております。少々の犠牲は出たもののやっとこさ汚水の完全封印コンプリート。あと汚水が染みてるのは汚水の貯水槽だけ、完全緑地化する日もそう遠くないかもしれんな。そして貯水湖1マス盛り土工事は1日でほぼ終わっとりました。ほんと仕事早えな。適当に置いてた泥場が奇数でバランス悪かったので追加で増しまーし。かかしとかの微妙に需要を満たせてない装飾もおまけで追加。メープルペストリー増産開始だー。ただいまの在庫は4個、1000個への道は遠い。貯水湖工事の邪魔なので駅を撤去。こんな感じで再建設よろ。何らかの追加工事が発生してもいいように、駅も多めに整備したレイムであった。はっぱー。からのいのー、ちのみずっておいか努力地化できてねえぞ。満水になれば緑地になるはず？適当だな。反対側の角も綺麗に緑地化できてなかったので、水道橋の柱に合わせて追加で盛り土を。メープルペストリー増産のため小麦畑をちょろっと開墾。小麦粉増産。でこの場所換気に乾くかもと心配になったので、軽い治水工事を行うことにしました。そしてここまで準備してふと思う、天然のアーチが真ん中に来てなくて美しくなーい。細けえな。気になったら止まらん、やり直しだー。謎のこだわり。こんな感じになりそうろー。見てる人からしたら多分間違い探しレベルの修正であった。ってお仕事あんだけ用意したのにあんた何サボってんのよ。ああサボりがバレると。新しいお仕事だよ、やったね。爆薬設置が大工さんの隙間バイト。小麦畑用水路、はっぱー。なんかがっつり壁見たくなってるけどいいのか？もちろんそこは把握済み。こんな感じに組み上げポンプを設置して、上流に循環させます。動力は風が吹いた時だけ動けばいいの適当なスタンドアロン方式を採用。屋根の需要が満たせてなかったので、倉庫の上に作ってるんだけど意外と工事が難しい。ビーバーがはまらないように少しずつ屋根工事を進めるも、この後大規模建築を始めてしまい存在を忘れるレイムであった。そうなの？盛り土が終わって綺麗に緑地化できました。水道橋の柱が大地を潤す。隙間バイトハッパー。爆薬設置依頼して翌日完了。うちのビーバー数サイクルあれば全て更地にできそうだな。何かしらの大規模公共事業をしないと、大工さんが失業しちゃうよ。小麦用の貯水池の底下げハッパー。なお、風が吹いていないのでポンプさんは沈黙。ああ、貯水湖一マス高くしたのに、水門低いままだった。爪が甘い安定のビーバーのここに新しく水門作るのか、意外と工事が難しい。高さがあるのに建設ルートもないし、足場を作るのも面倒な地形だな。あ、水門を塞いで水漏れしないようにしてから同じ場所に作り直せばいいだけだった。発想の転換一つであっさり片付く作業になった。こんな感じでおなしゃーす。安定の橋を使った上からぶん投げ工法でサクッと工事だ。おっと風車回ってるじゃん。でも動力全然足りてません。糸かなし。ぶっちゃけ適当に組んでくれれば十分だけど、なんか気に入らないので風車増し増し。もうメインのシャフトと繋いじまえよ。めんどい。おい。貯水湖周りを少し整地して緑地範囲を広げましょ。建設依頼出してる最中なのにもうビーバー群がっとる。みんな仕事に飢えてるようだな。あっという間に設置終わったのでハッパー。高さ揃えても微妙にこの辺緑地化できてないぜ。地熱エンジンは壊したくないしこの辺は別のアプローチで緑地化目指すしかないかな？だな。重力バッテリーさーん。今は充電中だけど昼間風が弱かったのかな？アホほど風車あるのにまさかの動力不足だぜ。さあキリキリ働けー。次の寒気が来る前に水門工事を終わらせるのだー。ビーバー、ずらー。ってみんな頑張ってるのにお前ってやつは。このパターン、またお仕事が増えるね。やったね。
それならば若干不足気味の重力バッテリーを大量増設だこの巨大な水道橋の上にずらっとバッテリーを追加か。やっぱやめたうちのレイムさんは今日も情緒不安定。どうせなら正面からだとほぼ見えない映えない水車の上に風車追加して、その後ろにバッテリー増設しましょ。こうしてただのバッテリー増設が、あたおか系大規模建設へと発展した。そしてここまで設計して気づく、この部分突出物買うまでもねえなと。はい、長距離水道橋すべてに設計した部分を取り壊してください。超めんどい。作業工程も結構複雑になって、先に風車だけ建設して後からバッテリーを設置予定。一番下の通路で足場を建設。2番目の通路は下から仕上げのバッテリー工事するよう。3番目はさらに階段を作って風車を建設する通路でございます。こんな感じでおなしゃーす。集合体恐怖症の人が、助走つけて殴りかかってくる一歩手前ぐらいの密度になってきたぜ。設置場所の関係上階段がないと風車建設できない。これビーバーよりも私が辛い工事になりそう。足場が完成する都度毎回指示出しはきついな。私も辛いがお前たちも頑張ってくれってなんか作業者少なくない？作業範囲広すぎで分散してんのかな？と思ったら板の取りに行きやすい反対側から来たよ。ビーバー、ずらー。資材状況は丸太の在庫が1万板の在庫は8200。大規模工事すぎてどんぶり勘定だけど多分足りるかな？さすがにこのデカさだと把握しきれねえな。なんとなく療養中のビーバーたちのお見舞いに参りました。そういえば病気療養中だったビーバーは全員現場復帰したぜ。建設開始2日で足場がサクッと完成して、面倒極まりない風車工事が始まったところで汚水期傾向を置く。ずらっと並んだ風車を全部この手順でやるのか、窓にも程があるだろ。まあやってやれないことはないかと。これがイカれたビーバー脳だ。でもさすがに面倒すぎて、足りない知恵を振り絞りなんとかたどり着いたのがこちらの方法。これならギリ4機同時に風車の建設が可能。建設難易度インフェルノがハードレベルに楽になった。同じ要領で他もクレーンを設置だー。これなら次のサイクルまでにはこの工事も完工できるかな？いややってるのこの規模の工事だよ。横長マップをほぼ横断する大規模事業。さすがにこれは時間かかるかもしれねえな。ビーバー、頑張れー。優先度を上げて先にやらせてた先端部分のバッテリー工事が結構進んできました。しかし重力バッテリーは予想外に建材を消費するため、大量設置には不安が残った。汚水機が来るぞー。今回の汚水機は7日間か。この段違いにしてみた汚水防壁、汚水のシミは出てないようだな。良きかな良きかな。あれ？貯水バルブが自動で放水されてない？設定ミスか？裏の堤防を撤去するの忘れてるだけでした。ばっかじゃねえの？お前、ばっかじゃねえ？そんなにストレートに罵倒しないで。すまんすまん。かなり遠回りして以前大量に瓦礫の板を保管した場所へ板を取りに行ってたので、ジップラインを整備。それ工事始める前にやってやれよ。てへー。っていうかねもう自分でもどうジップライン整備したらいいかわからんレベルでぐちゃぐちゃ。とりあえず頻繁に使われてるから何かの役には立ってるな。風車が全部完成。次は重力バッテリーだー。なんとかこのあたおか事業の終わりが見えてきたぜ。下流で洪水が起きて慌てて貯水バルブ確認したら、なぜか一つだけ設定の動機が外れてたけん。多分自分で理由があって設定したのに、忘れちゃってるビーバー脳であった。その洪水の影響なのか、水生農家さんの池の汚染濃度が見た目やばい感じになってる。大規模工事に注力しすぎて完全に見落としてたな。こりゃ一旦除染作業した方が良さそうだ。水生農家さん、病気になる前に逃げて初期に作った排水用の水門をまた使うことになるとは。残しといてよかったな。で排水した後は、お久しぶりの放水場。でも水量、しょっぽほぼ全滅状態になっちゃったよ。ごめんよ水生農家さん。また植え直してください。いい風が吹いてたので動力チェック。まだ3分の1くらいシャフト繋がってないが、前回より1万馬力ぐらい動力増えてそうだぜ。大量バッテリーが完成すればそこそこ動力も安定しそうだね。だな。ポンプの下に汚水が溜まっちゃったので少し放水して希釈中。地下水道は見づらくてやりにくいぜ。いのーちの水。微妙に花火の種類変えたがやっぱ地味だな。いつかは調整してスターマインをやってみせるよ。多分無理。では微妙にバッテリーが完成できなかったけど汚水期が終わってキリがいいので今回はここまで。続きが気になると思っていただけたら、ハイプグッドボタン、よろしくお願いいたします。ウレションします。
汚ねえ、犬かよ。ワン ?8200 枚もあった板が残り700枚になりつつも大規模工事をやり遂げようとしているレイム。次回はどんな開発を行っていくのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。なお PC が重くなってきたので、次回からは画質を落としてプレイ予定ですのでご了承をば。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。